皆さんこんにちは、アイロンです。うっす、テクコだに。今回も FE 覚醒スマブラ縛りをやってまいりましょう。パート 20.5 で話したように5世代の外伝を解禁したでね。そんなこんなもんで早速今回は外伝8を攻略してくに。外伝は本編とは完全に独立した話ですので、ストーリーの解説が必要になりますね。どうやらこのデジェルって女の師匠にあたる男が右側の男に殺されたみてえだな。しかも人質を取ってたみたいですよ。なんて卑劣で野蛮な人なんでしょう。あんた、野蛮って言った時ちょっと喜んだだな。ま、それはそれとして、この野蛮で卑劣な男はデジェルにタイマンバトルで決着をつけるとのたまってるに。こんな野郎がまっとうにタイマンするとは思わねえがな。そんな中クロムたちが近くにやってきました。クロムは師匠の妻の話を聞き、この決闘に介入することに決めたというのがこの外伝の流れになります。偶然プームが来たもんでよかっただけど、来なかったら大変なことになってただな。そうです。大変なことになってましたね。大変なことってなんずら。例えば決闘じゃなくてもはやリンチになっているだとか、ちょうどこんな感じですよ。イェイ、こりゃ大変になってるじゃねえか。それではこの章の攻略に向けた作戦を説明していきましょう。今回のマップはこれだに。ストーリーに現れたデジェルはマップ上部にて密室に閉じ込められています。決闘を止めに来たクロムラはボスの部下に妨害されているという構図になっています。お頭の決闘の邪魔はさせねえ。でかにも三したらしい野郎どもが最初は相手になるだな。で、その問題の決闘はボスとの1対1の勝負じゃなく、部下2人対デジェルっつうやつだに。ボスが自らの手すらよこさんた、とんでもなく卑怯な野郎だや。そうですか。私はここまで来ると合理的でいいと思いますよ。あんたってやつは。この2人はアッチャーで、1ターン目は攻撃してこないのですが、2ターン目にはデジェルは確実にやられます。ということですので、クロムラは1ターン目に進撃しつつ、デジェルが安全な地にレスキューで救出するという方策を取ることにします。こいならデジェルは生存できるだな。ただし、このマップどうも階段が多いですよね。こういうの見るといかにも増援が出そうだな。はい、出ます。案の定な。増援は5ターン目にかけて出まして、しかも最後の5ターン目で全ての敵が突撃型に変貌します。ルフレに任せればこの敵もあっという間ですが、やはり多くのユニットを活躍させるべきなので、右下に籠城して経験値を他のユニットに分配していきます。懸念点もありますが、それは実際のプレイで確認していきましょう。だいたいこんな感じだいな。そいじゃ実際のプレイに移るに。それでは攻略開始です。今回のダブルの組み合わせは右の通りだに。ルフレは倒さない程度に削ってもらうためにダブルを外しています。もっともダブルしなくても十分強いのですけれどもね。ルフレン内はほとんど前回と一緒になるだな。攻略面では作戦のように最初は全軍で前方に進撃します。つっても左右の小部屋に敵が分散してるってのが地味に面倒だよ。そうですね。両方の部屋の敵の撃破に人員を割く必要が出ますね。だもんで前方の敵の撃破スピードが少し落ちるに、プレイヤーとしちゃ嫌なもんだ。しかし、もしここが部屋じゃないとしたら、それはそれで簡単すぎますよね。平坦な構造で前から一気に敵が来るってのは、やりがいはないかもしれんな。そう考えるとゲームの難易度設定、デザイン設計って大変だいな。適度にストレスを与えるというのが満足につながる、という矛盾したことを考えないといけませんからね。ストレスがねえと人生楽しめんっつことだかいね。さあ、全然攻略のことを言ってませんでしたが、部屋の端から左をピアノ、右をサイレンに当ててます。アンちゃんは部屋の内部についていないというのがピアノの勝手理由ですね。逆に言やこのマップはハッチャーが多いとも言えるだ。飛行機は気をつけような。そういや、そもそもなんで部屋は封鎖シールドいたんだ。それはもちろん、味方1人に対する敵からの攻撃回数を減らすためです。大抵の味方は最大でも3回程度で耐えられる状態です。ルナティックですからね。なので作戦会議での実戦や実際のプレイで敵からの攻撃が3回以内に収まるように努めています。例外もありますけれど、あれだな、ルフレや小部屋のクロムとか、資材を持ったサーレとかだろ。まあ、そんなところです。けれども、動画の見せ場になるのはミスや MOS 攻撃をたくさん食らう場面なんですよ。つうことは、もしかしてフィックと動画化に向いてないだか。そうかもしれません。正直な話、SE の動画に求められているものは何なのか、考えることはありますね。なんだいね。他人の動画も研究する必要はあるかもしれんね。さて、2ターン目です。このターンで何とかしねえとデジェルがやられちまうだな。なのでレスキューで呼んでみようとしていますが、どこに呼ぼうというのが問題です。呼んだら即座に仲間にしたいのでクロムの近くがいいのですが、そのまんま中立にしててもデジェルは突っ込んでやられちまうもんな。結局この角に呼びました。
ここならこのターンの増援が来ても味方の配置次第でデジェルの攻撃をなくせますからね。なんですって？そいでデジェルとクロムの会話だに。クロムは敵は任せて師匠の敵を取ってこいと言うだけど、デジェルは使用できんぜ。残念だけが。したがってデジェルは持ち物をこの場で剥奪します。師匠の敵討ちはクロムたちが代理人となって実施するという形式になります。敵討ちっつうのは本当は本人にやるべきじゃないので。そんなことは全然ありませんよ。日本でも昔から敵討ちを意味する例はたくさんあります。例えばサルカニ合戦とか。そうだな、そうかね。それはさておき、今回の件でよく分かりましたが、イギリス大陸では人を容認する文化がありますね。テークやソワレなんかも支援会話でクロムやロンプンに襲いかかってたもんな。あれは決闘とか敵討ちとか、そういう文化があったもんでだっただな。実際この章のクロムも止めに入った方が良さそうとか様子を見に行こうなどあまり緊迫感がないように見えます。もしかしたら FE 覚醒の設定や背景を理解するには江戸時代のことを勉強すると分かりやすいかもしれないですね。勉強系やりたくねえな。それと念のために言っておきますが、現代の日本において死闘も敵討ちも反対になります。絶対にやっちゃかんだよ。我々や司法との約束だでね。これで当たり1体の敵は倒いただね。ですがこのターンから5ターン目まで増援が出現するようになります。作戦会議での通り海岸隊の出現になりますので、くれぐれも注意しないといけません。特にデジェルには気を配らんとまずいぜ。デジェルは主要区ユニットである親からの子であり直地がきついですからね。親の能力値を引き継ぐってのは実は編集するまで知らんかっただけどな。さて3ターン目です。このターンで左下にずっと陣取っていたティアモが敵を倒せます。右下を魔界たサーリャはすんなりと1ターンで倒いただけどもな。しょんないか。特性は魔法が有利だもんな。特にリザイアに制限がないのが強いですよね。そこそこじゃ強いのに希少だから使いどころを考えただけがだいぶ思い切っただな。マップの方を見ると中途半端に強いのキャラが散らばっています。一方でリズは戦闘もさせたい気持ちがあるので回復は後回しになりそうです。リズの戦闘は前々からの通り支援稼ぎだに。しかし手負いの中にアンナもいるのは怖えな。ダメージを食らったらやべえだよ。そこはさすがにアンナさんを後ろに引き止めますよ。万が一アンナさんに攻撃が来てもスキルもあるので回避できますかね。ラッキー7のことを言ってるだが、あんまんを言うに頼るのはな。この動画シリーズは運でどうにかなっているものでしょう。今更何を言うのですか。そりゃそうだけが。とりあえずアンナさんは交代してティアモの回復をさせます。これで大丈夫でしょう。同園にジョッキュー宿のソーサラーと風狙いも出ただろ。こいつらは警戒しにあかんね。最も出たのは上の方なので構成するのはもう少しかかると思われます。そろそろ作戦会議で出たように路上の構えをしていきたいところですね。右下方面で路上するだったっけな。どうやってくつもりだいね。ルフレの向きを外して軽になってもらって関節で攻撃していくというスタイルになると思われます。それなだ当該な。だけが関節でキンクロムやる気なは経験値を回せないだね。そこは剣ユニットの宿命みたいなものですね。剣を扱うクラスは間接的ない分直地や接長率が大きかったり補正があったりして強いという印象があります。例外もあるだけどな。ということですので右下側にみんなを移動させている最中ですね。先の時短で結局ルフレは動かしませんでした。というのも籠城が失敗に終わらないよう念のために敵を減らすためです。籠城してても壁越しに攻撃が飛んでくるみたいに想定内の動きをされるのもごましな。レベルアップ。攻撃面が成長しました。技の成長が嬉しいです。今回は最初のレベルアップまでえらい時間がかかっただな。下級職相手じゃやっぱし鉄拳値も少ないだな。しかし今回この章の攻略をしたのはそれが理由ですよ。どういうことずら。5世代マップは大量に解禁されましたがその中で一番攻略しやすかったのがこの章だったということです。この章の敵は移動力が小さく下級職が多いです。さらにマップ上に明確に籠城できる箇所があるので経験値の分散も容易だと考えました。なるほど、そういうことだっただね。レベルアップ。
なんとも。もうあと一つってところかいね。やっぱアンナって見れば見るほど魔法色に向いてそうだけどもな。やはりそう見えますかね。しかし縛り内容の通りアンナは手を使う役職で通していきます。職業適性が合っていないように見えるのも縛り込みということです。画面の方ですが、本格的に登場するのは次のターンになります。5ターン目の最後の増援を待ってからということです。だもんで敵を迎え撃つ姿勢になってるだね。このターンの増援は9人だけが、ジェネラル2人、ソーサラー2人と上級職が4人もいるだ。最後だもんで敵も増援の在庫一掃整理してるに違いないの。在庫一掃かもしれませんが、敵もラストスパートには違いありません。頑張りましょう。レベルアップ。怒涛の6ピンです。最高ですね。ただ速さは気を配ってほしいだね。最近追撃まで強くなってるし。レベルアップ。久々のルフレの成長ですが、ちょっと惜しい感じがします。わざとく幸運は十分だもんで、魔力か魔棒でも上がってほしかったが、ルフレはパート18以来のレベルアップだっただな。そうです。3つ前の動画以来です。なので成長を参照するのがとても大変でした。確かにパート18で今後はルフレよりも他のユニットの成長を優先すると決めていましたが、レベルアップに間が開くと弊害もあるのですね。で、今だけども、非常に困ってるだ。動園で出てきたソーサラーと上から来てるソーサラーの両方の対処がえらい難しいだよ。上級職なので命中も 50% 前後と高いですしね。このターンでどちらかだけでも倒してしまいたいのですが、ユニット1体では厳しいです。最終的に左からのソーサラーはサーリャにリザイアを持たせて塞いでもらうことにしました。これで左のソーサラーは無力化できました。やっただね。そして上からのソーサラーはルフレで削って、残ったのを他のユニットで倒すことにします。いい感じでリズムを追撃しただ。ぽいなら誰でもこのソーサラーを倒せるら。そうですね。そしたらアンナを交代させて、ロン君の弓で倒します。次はリズをルフレの下に配置しつつ、アンナを回復させます。ルフレの下は直接攻撃が根本で、安全に支援を稼ぎながら反撃ができるだね。最後にクロムが交換でロン君の武器を剣に装備し直したらターン終了です。そういや、デジェルが右下に移動してるだけどさ、ルフレとダブルさせるってことも言っただよな。これは明らかなミスです。ルフレとダブルさせた方がより効率的だったと思われます。今さらルフレとダブルなんてやってる余裕ないし、右下にやるしかないだろうな。ただ、結果として肩キッチンの現場さえ見えくなっちまったな。完全にサルカニ合戦の国の立場ですね。肩キッチンを見届けるって意味じゃ確かにそうだよな。レベルアップ。力ですか。また力と魔力が逆のパターンだね。これには毎回困らされてるんだ。魔法で珍しいのを敵が使ってますよ。スキルっていう2回攻撃ができて、勇者と武器の魔法版だよね。命中がその分低く、しかもルフレが相手だもんでなんだか倒いただな。こっちのソーサラーは倒せなんだけど、目的の通りサーリャは足止めできたもんでこのターンはなんとかなっただね。それではこのターンから右下の部屋の籠城に移行していきます。まずはこのように全員を部屋に入れるようにしていき、ルフレは武器を外して蓋になってもらいます。そしてこのターンでルフレを部屋側に押し込んで、より他のユニットが間接攻撃がしやすいようにしていきます。そういや作戦会議で懸念点があるって言っただけどなんだいや。これは敵にロングボウを持つアーチャーがいるということです。その敵が輪側に来るか通路側に来るかで対応が変わってきます。まあ部屋の輪側なら壁越しに攻撃して倒せるので、そちらに誘導していきたいです。それとデジェルを下に置いてきてしまったので別の懸念が新たに生じました。それはわしにもわかるで。溢れた敵がデジェルを狙いに行っちまうかもしれんつことだら。そういうことです。したがって敵を毎ターン増やして外に入れないようにしなければならなくなりました。これもまたミスっただな。おっと、敵の必殺がやばいね。かわして返り討ちにできたのが良かったですが、約 25% で必殺が当たってたと思うとヒヤッとします。ソーサラーは 27% は当たっただけどな。確率って怖えな。デジェルに向かいそうなアーチャーがいますね。
倒すからフレ側に呼べるといいだけど、どうすった？そうですね。ティアモが範囲にいればそちらに動くと期待して、あえてティアモをアーチャーの範囲内に入れてみます。ただ周りには他のアーチャーもいるし、ロングボウ持ちもいるもんでリスクはでかいに。とにかく来たんで彼らがどう動くか確かめましょう。あれ、ちょっと左奥のアーチャーが動いただけですか。来ると思ったらけど、来るのは次のターンって。下に動いたアーチャーは多分サーレを壁越しに狙うだろな。サーレなら返り討ちにできるもんでデジェルは大丈夫だと思うに。やっぱりサーレを狙ったね。案の定に今日も下に。ロングボウもついに来ましたね。このターンはロングボウ持ちが壁に密着して打つように誘導しましょう。すなわちユニットを壁から1マス以上開けて配置します。ま、念のためにロングボウの範囲内にはルフレとロンプだけにしとくかね。やはりロングボウがロングを狙いました。ロングボウ持ちが壁に接したので次のターンでこれを倒せます。というわけでこのターンで倒していこうと思いますが、レベルアップ。いい成長ですよね。魔力を除けばですが、ロン君の力と魔力が逆のパターンになっただか。そしてロングボウ持ちをサーレで倒しました。やっと乾いただね。これでもあとは敵を倒していくだけになりました。こうなるとあれだに、ダイジェストで何かあるまで飛ばしてくに。レベルアップ。今回のルフレは3ピンと控えめだね。重要なのはレベル15になったことですよ。スキル魔法師を習得したので魔法系相手にめっぽう強くなりました。武器次第だけの 50% 回避上昇ってすげえよな。さらにレベル15になったということはクラスチェンジも視野に入りますね。そうだね。次は何になるのか楽しみだね。それでは次はボス付近まで一気に飛んでみます。というわけでデジェルがいたところのアーチャーと戦ってるだ。レベルアップ。防御面が上昇したのはいいだけど、今回の速さがわからんかったな。追撃が取れなくなってきているのはペガサス系としては良くない状況ですよね。そして雨氷的なボスの目の前まで来ました。卑怯な野郎の間違いだら。卑怯って自分で自覚してる分、なおさらたちが悪いぜこいつ。先ほど説明した絵を装備しているので地味に強いんですよね。しかも復讐のスキルも持っているので長期の戦いができません。もっと言えば黒に呪いのスキルもあるもんで命中の低さもカバーしてるだな。こうまで後々だと卑怯というより臆病と言えるだな。いろいろと言ってますがどう攻撃するか迷っていることには違いないです。散々悩んだ結果、ロンクは敵の命中を 0% にすると分かりました。なのでロンクでとりあえず削ってみます。やっぱロンクはここぞという時に役に立つだな。必殺だ。恋でだいぶ HP を減らせるに。しかし依然として倒せる HP ではないのでもう1ターンロンクに任せます。もう敵は HP 値だもんで誰でも倒せるだな。とどめは今回あまり活躍できなかったクロムに任せます。間接攻撃できんもんでな。今回はションナイだ。これにて雷電発の攻略が完了しました。お疲れ様です。今回は救出、籠城、手強いボスと色々あって疲れただ。無事に師匠の敵は取れたのでよかったですね。打ち取ったのは黒村だけど、ま、花を持たせてやるかね。あえて今回はデジェルの説明はしませんでしたが、デジェルの母はソワレです。確か父親はドニだったっけ。そうです。なのでもし使用できるなら即戦力の強いユニットになってくれると思います。ま、デジェルは使用できんもんで誰が父とかスキル継承だとか関係ねっけんどもな。一応解説しておきますと、ドニは父なら疾風陣内を習得でき、月光も習得できるので最高のアタッカーになります。使用できたなら本当に楽に攻略できただろうにな。実に惜しいぜ。今回の動画内容はここまでになります。
ご視聴ありがとうございました。この後クレジット流いたら支援会話もお送りするもんで、興味あったら見てくれな。一組目はリストリヒとリーです。シージャーリヒトが戦場の殺し合いの恐怖について言ってたな。覚醒の支援会話ではかなりシリアスな雰囲気のする支援会話でしたね。決闘だみたいなの天気な会話もあるのにな。今回はリズが戦う練習をしているわけですね。で、リヒトは傷つくリズを見たくないもんで戦ってほしくないと。あれだな、他の州は戦い慣れた州だもんで余裕ある支援会話が多いけんども、この2人は未熟な感じがするだね。次はロン君とセルジュ A です。 C から B までロン君の過去、ケリーという少女とロン君との話がされていました。ケリーが目の前で殺されたことと、それをケリーの両親から非難されたのがトラウマになってただよな。ですがセルジュからその後のことを伝えられてロン君は気持ちが楽になったようでした。ずっと悪夢見ていたと相当根深いもんだっただな。その出来事がロン君の個性を形成したくらいですから、今でも傷が癒えないというのは納得できます。そう。ま、何にせよ楽なれたなら本当に良かっただ。いいえ。お空のデート楽しそうですね。聞こえはいいけどドラゴンの上だに戦闘機デッドみたいなもんだら、ロン君と一緒でわしも多分遠慮するに。というわけで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価とかいいねとかしてくれると嬉しいに。そいじゃまた次回。